Hi guys, it's Alice. 皆さんこんにちは、アリスです。今日はですね、じゃん、こんな感じの筆じゃないよ、袖とかここの部分がフリフリになってる服を作っていきたいと思います。調べたらミシンのジグザグ縫いとこれなんか伸びる生地、これニットだからダメだけど伸びる生地なら何でもいけるらしいので、ちょっと挑戦したいと思います。Okay, so today I'm gonna make this kind of lettuce hem without using overlock. I'm gonna use zigzag stitch. I don't know I can make it or not, but I'm gonna try this. So wish me luck, please. Okay, so without any further ado, let's get started. はい、ということで今日も用意するものは布なんですけど、ちょっとストレッチ性のある布を用意してください。で、スケッチしていきます。好きなようにスケッチしていってください。で、色を塗ったのがこんな感じです。で、これハトロン紙なんですけども、もうクッキングシートでも何でもいいので、紙にいつも着ているトップスの下書きを書きます。で、線を引いて、さっきのスケッチした通りに線を引いていきます。で、一応分からなくならないように名前も書いておきました。綴り合ってるよね、怖いんだけどOK、そうで、結局ね、あんまりこれやらなくてもよかったかもしれないんですけど、ちょっと怖かったので大きめに2倍大きめに切りました。で、切ったのがこんな感じです。で、布と紙で待ち針刺してって、めっちゃなんか恥ずかしい、アリスって書いてあるわ、待ち針にアリスって、これ小学校から使ってる裁縫道具だからハサミにもアリスって書いてあります。恥ずかしい。 OK で、切ったのがこんな感じですね。で、全部切ってください。で、これを全部待ち針でつけていきます。バイバイ。で、バックもやるんですけど、さっきのフロントやった時、フロント前のやつやった時に一緒に切ればよかったのに忘れてたので、今やりました。はい、で、ついに縫う時間です。で、ポイントなんですけど、これは絶対ジグザグステッチにしてください。で、あともう一個、伸びる生地で縫う時に外中外中外中って感じで、針の場所が全部中に来ないように、で、縫う時も上下に引っ張りながら、布を引っ張りながら縫っていきます。伝わったかな？伝わってほしい。そう、なんか外の布を巻き込むように縫ってきます。で、もしちょっと中でやっちゃってもこうやって切れば大丈夫なので安心してください。で、本当に恥ずかしい。これなんでこんなにも指が立ってるのか、本当にどうした恥ずかしい。でも私高校生の時にダンス部だったんですけど、ずっと指先のアリスって言われてたんです。なんかダンスする時に指先に神経行き過ぎて、なんかすっごい形になっちゃうんですよね、さっきみたいに。そう、だからあだ名が指先のアリスでした。まさかミシンで縫う時も指先のアリスになってると思いませんでしたね。はい、 anyways 何の話？はい、そうこうしているうちに縫い終わりそうですね。はい、終わりました。で、これがちょっと緩かったので、ここの部分切りました。で、できたのがこんな感じです。で、上と下をジグザグで縫ってきます。はい、で、ここもちょっと長かったので切りました。で、ここ中表にして、これ外が表なので気をつけてください。で、
外側を直線で縫ってきます。でこの紐はT シャツの腰回りの部分の紐なんですけど、それを極限まで手で伸ばして4等分にします。で肩のストラップの部分にします。ここもちゃんと切って、でここジグザグステッチしてください。でここには手縫いでつけていきます。でこれが完成です。はい、ということで今日はこのレタスヘムを使ってこんな感じのパッチワーク風チューブトップを作ったんですけど、ちょっと反省点が2個あります。1つ目は生地の数が多すぎてめっちゃ作るのに時間がかかってしまいました。でこれが試作で作ったやつなんですけど、こっちの方が、6ピースしかないので結構3時間ぐらいかな、それでもできたので、もし時間があんまない方だったらこの少なめのピースでやるか、それもネックラインとか袖とかだけでも可愛いと思うので、それで試してみてください。あと2つ目なんですけど、ちょっとねこの白とグレーの T シャツの生地が薄すぎてちょっと破れかけちゃってるところがあるんですよね、こことか。そうだからちょっと次やるときはもうちょっと厚めの生地の方がいいかなと思います。もし、真似してやってくださる方がいればそこに気をつけてやってもらえたらもっと上手にできると思います。Okay guys, thank you so much for watching. I'll be happy if this video was helpful for you, and I'll post next video on Saturday. So see you then. Bye!